んにちは、料理家の今井まみです。アシスタントの野島次郎です。今日はこの書籍、大丈夫レシピからパプリカチキンというお料理をご紹介したいと思います。はい、ページが出てこない。ページがこんなやつです。こんなやつです。胸肉を、ソテーしてパプリカをソース代わりにするんですけど、鶏胸肉のソテーにパプリカをソース代わりに、でその胸肉がすっごい柔らかく仕上がるんですよ。なのでぜひ皆さんこの技を覚えていただければいいかなと思います。では早速調理していきましょう。まずですね、このパプリカを切っていきます。縦に切ります。でこの種とヘタをこうペロンと外しちゃいますね。なるべく大きいものを選んでいただければいいなと思います。それではですね、パプリカの繊維ってこう縦にね、入ってるんですけど、繊維を断ち切るようにこう横にスライスしていきます。なるべく薄めに。なるべくここだけ頑張っていただければ。ここだけ頑張って。ここだけできる限り薄く。できる限り薄く。なんかもしかしたらスライサーみたいなのを使ってもらってもいいかもしれないですね。方向的にも縦長に持てればスライサー使いやすいかもしれない。使えるかもしれない。でもなんかゆっくり切ったら割と薄くスライスできると思います。こんな風にですね。でもすごい頑張りましょうとか言いながらもそこまで。でもこんな感じかな。1ミリ程度。でこれをすべてスライスして直接もうフライパンの中に入れていきましょう。最後の方ってちょっと薄く切るの大変なので、とにかくパプリカが柔らかく仕上がればいいんですよ。なのでもうちょっと違う切り方を。長い必要はないと。なんか包丁切れへん包丁やなとか、皮が引っかかる場合は、こっちから切れば。確かに。少し引っかかりができて。切りやすいと思います。トマトとかもね、そういうことありますよね。そうですね。パプリカをフライパンに全部入れたら、この上にニンニクをすりおろします。そこも直接。チューブしかないよっていう方は、チューブ全然使ってください。ちょっとね、指が怖い。指気をつけてもらって。指を気をつけてくださいね、皆さん。その穴の開いてるやつを使いやすそう。これすごい使いやすいんですよ。で、本とかいろんなところで紹介したんですけど、もう、なくなっちゃうんで。売ってないやつ。売ってないやつ。売ってないんですよ。残念。で、私、いつもこのヘタこう、放り込んじゃうんですけど、食べるときに取るんです。炒めるときにね、香りだけでも、ちょっとつけば、いいなと思って。こんな感じです。それでは胸肉を切っていきましょう。今日使う胸肉は 336g ですので、約 1% のお塩を味付けに使うとちょうどいいです。なので336だったら、だいたい 3g のお塩。で 3g のお塩はだいたい小さじ1/2程度なので、お塩小さじ1/2程度で味付けをしていきましょう。だから買うときにね、味付けのことを考えてその分量を買うっていうのも、私はすごくいつもしていることで、そうすると味付けが楽なんですよね。だいたい計算して買えると。500g だったら 5g のお塩をすればいいので、だいたいお塩小さじ1とかね。で胸肉はちょっと水分が多いので、こんな風に拭き取ります。しっかりね、水気を取った方がやりやすいと。臭みが取れます。で今日は皮がいらないので皮を取っちゃいます。皮も取っちゃう。これもったいないなっていう人は、これお湯で煮たりとかしたらちょっと鶏ガラスープっぽく
そうそうそう、はい、ちょっとね、油分から出る味というか、そうお出汁が取れるので、そしたらですね、胸肉を切っていきます。今日はそぎ切りに。そぎ切り。はい、そぎ切りです。まずここを切って、ちょっと繊維に逆らいながら、はい、こんな風にそぎ切りします。厚さはどれぐらいですか？厚さはね、これ1センチぐらいかな。1センチ弱ぐらいな感じかな。で、そぎ切りして、こんな風にあまりに大きかったら、食べやすい大きさ。これでまた、一口大ぐらいにすればいいと思います。薄すぎるよりは、ちょっと厚めぐらいの方が、美味しく仕上がると思います。で、これ、今も切っているんですけど、室温に戻しています。なるほど。はい。でも30分ぐらい？そうですね。30分ぐらい室内に置いて、こう、触った時に冷たくない感じ、に仕立てています。繊維に逆らってだから、こうちょっと繊維が走ってる方向を探して、そこにこう、垂直に、そう、断ち切るように。ちょっとね、目が悪いから今見えなかった。急に。それではですね、胸肉に下味をつけます。で、だいたい小さじ1/2。量りのある人は、量りで測ってください。3g って測ればちょうどいいと思います。で、こんな風に。もうその場で味付けちゃう。もみもみとしてあげればいい。ね。ほんまやったら、ちゃんとお皿に移してそこで下味つければいいんですけど、胸の生肉ってすごく、きっちり洗ってほしいんですね。なので、どうせまな板洗うから、ここで味付けしちゃえばいいかなと。で、まな板を後できっちり洗うと。洗うという感じです。こんな感じでお塩を振ってちょっと置いています。それでは仕上げをしていきます。もうフライパンに、この本のレシピやったら、最初にオリーブオイルを入れてて、どっちでも大丈夫です。まあ火をつける前にね。前に入れれば大丈夫。材料が入ると。オリーブオイル大さじ1入りました。お塩、ここで1つまみ入れます。1つまみがこの3本指で、こんな感じ。指3本でつまむのが1つまみ。つまみです。なんとなくね、全体にいく感じかな。水出しみたいな。そう、水出しと、あとちょっとパプリカにやっぱり塩味がついていると美味しいので。甘みも引き立つ。で、これから火をつけます。で、こんな風に広げて、ちょっとニンニクが焦げやすいので、気をつけてくださいね。で、こんな風に広げて、今中火にかけています。そしたらですね、すぐ蓋をします。早い。もう今ここで蓋をする。この後ね、じわじわとくるから。で、5分間。タイマースタートです。スタート。中火のまま。そう、中火のまま。ちょっと様子を見て。これでもちょっとさ、このカセットコンロ強いから、でも大体これで中火で5分です。5分。このまましばしお待ちください。じゃあ、ピピピピッとなりました。5分経過。今こんな感じでこんがりしているところもありつつ、このフライパンの水滴も落としちゃおう。すごい。いい感じ、美味しそう。美味しそうですね。よかった。そしたらですね、ちょっとこれ端っこに寄せます。で、火を消して、お肉を並べていきましょう。これなかなかね、まな板からすることないよ。大胆に。
並べていきましょうって言いつつちょっと滑り降りてきましたね。はい、はい、フライパンに入れてから並べればいいかな。はい、でも十分今こうフライパンが熱いんですよ。で、胸肉って火を入れすぎるとやっぱりパサパサになるので、でこれで弱火にかけます。はい。ここで弱火をつけると。ここで弱火に点火します。はい。うっすらこんな風に白くなったら、もう裏返します。あ、もうすでに。はい。はい。もうね、余熱で結構ね、はいはい。火が入ってるんですよ。そっか、中火で5分経ったフライパンはそりゃそこそこ熱々だ。結構そう、ちゃんと熱々なんですよ。はいはい、で、私いつもバラリーニというフライパンを使っているんですけど、バラリーニやっぱり蓄熱性がすごく高くって、冷めにくいと。冷めにくい。はい。こんな感じでもうね。で、このぐらいピンクで大丈夫です。はあ。で、こんな感じに裏返しました。そしたら、こんな風に、両面がうっすら白くなってるの分かります？はいはいはい。裏返して、両面がうっすら白くなったら、蓋をします。はい。はい。で、火を止めて、火を止めると。はい。もうこれで火を止めちゃいます。で、5分。5分。蒸します。ここで蒸しますというか蒸らします。蒸らし、余熱でちょっと入れる。余熱で入れる。で、これで5分後、ほぼほぼ火が通っています。ただ、火が入りきっていない胸肉があったら、また弱火でゆっくり焼けばいいだけなので、ちょっととりあえずこのまま5分蒸らしていきましょう。それではできました。こんな感じです。はい。いかがですか？結構まだ熱々なね。そうなの。湯気量から見ても。で、これね、バラリーニのフライパンでやっぱり蓄熱性がすごい高いから、普通のフライパンでやった時はこうぴったり蓋が止まるやつ。熱が逃げにくいやつ。そうですそうです。で、もしそれでも火が通ってなかったら、再度ちょびっと熱を入れてあげれば。もうね、しっかり火入ってる状態ですね。しっかり火が入ってます。ね、だからあんな感じでもあんな感じでもって言い方は変やねんけどすごいしっかり余熱で火が入る調理法です。はい。それでは盛り付けていきましょう。はい。もうね、そう持ち上げると結構こう湯気が立ってるのがね、わかりますよね。まだ熱々な感じ。だから胸肉って余熱でこう火入れができるっていう。私のレシピで胸肉のステーキっていうのがあるんですけど、あれは弱火でじっくり火を入れるタイプのレシピで、これは弱火でこうさっと色付けて蓋をして蒸らすことによって火入れをするといった。そのために薄切りというか。そぎ切りして、でもね、すっごい薄切りしなくても、このぐらいの。まあね、今ね、結構厚みが逆に、縮んだことで、厚みがあるような感じがして、食べ応えもありそう。お弁当にこれすごくいいんですよ。で、こんな風に盛り付けをしたら、この、フライパンに溜まってるソースもかけてあげます。で、そのくたっとしたパプリカがソースと。で、このパプリカが何がいいって、程よい水分量なのよね。これがトマトとかだとすごい水分が多すぎちゃう。なんかちょっとこう色合いもおしゃれでいいですよね。赤と白と。はい。それでは仕上げていきます。これだけでも十分美味しいんですけど、もしお家に粉チーズとかパルミジャーノレッジャーノとかあったらこんな風にかけるとこれは急に本気な感じ、本気というかお店の味だ。なんかお店のちょっと前菜っぽい感じに、なんか冷えてもね美味しい。冷めても美味しく食べられる。これをさ、また甘酢漬けとかにしても美味しいと思いますよ。パプリカの方。なんていうんだろう、全体的に。そうか。さっき焼いてる時にお酢を加えるみたいなこと。なんていうんだろう、洋風南蛮みたいな。
エスカベッシュ。はい、そうそう、エスカベッシュみたいな。で、これにちょっとタバスコ、お好みで。タバスコを振ると、味が締まって、で、酸味がちょっと入って、すごく美味しいです。はい、これでパプリカチキンの出来上がりです。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。いいなって思った方は、いいねボタン、高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。お願いします。